皆さん、毎日のご飯作りお疲れ様です。今回は我が家の5日間の夕食作りの様子をお届けします。1日目のメニューは生姜焼きです。テレビでタモリさんがおすすめしていた作り方を参考にしています。まずは生姜焼きの付け合わせのもやしを電子レンジでチンしておきます。生姜焼き用の玉ねぎをカットします。3分ほどチンしたもやしがこちらです。玉ねぎも電子レンジでチンしておきます。生姜焼きの豚肉に小麦粉を振ります。生姜焼き用のタレを作っておきます。豚肉を焼いていきます。油が出てくるのでいつも油敷かずに焼き始めます。全部のお肉をフライパンに敷き詰めていきます。焼き目がつくまで動かさないのがポイントです。焼き目がついたところで裏返します。裏側にも焼き目をつけたいので軽く押しておきます。裏側にも焼き目がついたところで玉ねぎを入れます。玉ねぎとお肉を混ぜて全体に火が通るようにします。全体に火が通ったら先ほどのタレを入れます。タレを全体になじませ、軽く煮立ったところで完成です。明日食べる用のぬか漬けを作ります。無印の発酵ぬか床を使っています。ぬか漬けは今まで作ったことがなくて、ぬかをダメにしてしまわないか心配だったのですが、半年ぐらい続けられています。野菜を入れてきれいにぬかで包んだら、最後にキッチンペーパーを入れて水分を取れるようにしておきます。夜ご飯が完成しました。前日に作っておいたわかめのスープと煮物とブロッコリーも出しました。続いて2日目の夕食です。野菜の肉巻きを作りました。余談ですが、我が家では小ネギをいつも切って冷蔵庫に常備しています。ケースはダイソーで買ったのですが、下にすのこがついていてとてもおすすめです。納豆に入れたり料理の仕上げにかけたり、小ネギをさっと出すことができるのでとても重宝しています。ほうれん草のお味噌汁を作っていきます。ほうれん草を食べやすい大きさにカットし、お鍋に入れます。油揚げとだしの素とお味噌を入れたら完成です。続いて肉巻き用の野菜を切っていきます。この日はエリンギとアスパラ、人参、舞茸を巻きました。アスパラは根元が硬いので根元の部分だけ皮を薄く剥いておきます。野菜をお肉で巻いていきます。巻くときに下に敷いているのはよく洗った牛乳パックです。汚れたらそのまま捨てられるので便利です。
サラダ用のレタスを準備します。トッピングに素焼きのナッツをのせます。昨日漬けておいたぬか漬けができました。肉巻きを焼いていきます。下味で塩コショウを振り、全体に小麦粉をまぶします。肉巻きを焼いていきます。片面に焼き色がついたところで裏返します。両面に焼き色がついたらお酒を入れて蒸し焼きにします。お肉を焼いている間に肉巻きのタレを作ります。お肉に完全に火が通ったところでタレを入れていきます。タレをお肉全体に絡ませ、少し煮立たせたら完成です。2日目の夜ご飯が完成しました。3日目は大きなカブが手に入ったので、カブの煮物と葉っぱを使ってふりかけを作っていきます。煮物用にカブを一口サイズにカットします。カブの葉をふりかけ用に細かくカットします。カブの煮物を作ります。フライパンにごま油を敷き、ひき肉を炒めます。ひき肉にある程度火が通ったところでカブを入れます。水を入れます。白だしとみりんを入れてカブが柔らかくなるまで煮込んでいきます。仕上げに水溶き片栗粉を入れてとろみをつけたら完成です。カブを煮込んでいる間にふりかけを作ります。フライパンにごま油を敷き、カブの葉を入れます。干しエビを入れます。ごまを入れます。みりん、醤油、砂糖で味付けをします。
最後にめんつゆを少しと鰹節を入れて完成です。続いてメカジキのカレーマヨソテーを作ります。メカジキにマヨネーズを塗っていきます。両面にマヨネーズを塗ったらカレー粉をかけます。カレー粉も両面に塗ったらこれで準備完了です。フライパンにバターを敷いて焼いていきます。焼き目がついたら裏返して蒸し焼きにしていきます。中まで火が通ったら完成です。3日目の夜ご飯が完成しました。4日目は下味冷凍してあったブリがメインの簡単メニューです。はじめに中華スープから作ります。ネギを切ったらお鍋に入れます。しめじと舞茸を入れます。生姜を入れます。蓋をしてしばらく煮ておきます。次にジャーマンポテトを作ります。ウインナーを斜めに切っていきます。玉ねぎを薄切りにします。フライパンにマヨネーズを敷きます。玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎを炒めている間にじゃがいもを準備します。新じゃがだったので皮は剥かずに使います。じゃがいもを食べやすい大きさにカットします。切り終わったら耐熱容器に入れて電子レンジでチンします。スープに入れるわかめを水で戻しておきます。スープの野菜に火が通ったらシャンタンで味をつけます。ごまを入れます。先ほど戻しておいたわかめをスープに入れます。食べる直前にごま油を入れたらスープは完成です。じゃがいもは爪楊枝がスッと通るくらいまで柔らかくチンしました。先ほどのフライパンにじゃがいもを入れます。塩を入れてウインナーを入れます。顆粒のコンソメを入れます。ウインナーが焼けるまで炒めます。仕上げにパセリと粉チーズを振って完成です。次にブリの西京焼きを焼いていきます。ブリは安い時に買っておいて下味をつけて冷凍しておきました。片面に焼き目がついたら裏返します。蓋をして蒸し焼きにします。中まで火が通ったら完成です。4日目の夜ご飯が完成しました。前日の残りのかぶの煮物と肉巻きも一緒に出しました。最終日のメニューは鶏の唐揚げです。唐揚げに添えるネギソースから作っていきます。ネギをみじん切りにして
軽く電子レンジでチンします。サラダに添えるきゅうりを切っておきます。チンできたらポン酢を入れます。ごま油を入れます。お水を少し入れて混ぜたら食べるまで置いておきます。唐揚げは事前に買って冷凍しておいたお肉を使いました。我が家では週に一度しか買い物に行かないので、期限内に食べきれないものは冷凍しています。すでに下味がついているので、小麦粉と片栗粉を入れて混ぜていきます。フライパンに油を入れて唐揚げを揚げていきます。唐揚げはいつも2度揚げしています。両面に焼き色がついたら一度取り出します。もう一度油で揚げます。この日は残っていた冷凍のアジフライがあったので一緒に揚げました。夜ご飯が完成しました。